これサロモンのアウトドアシューズです。でも今回はこれをアウトドアじゃなくて仕事靴として使ってみます。これもしかして最強の仕事靴なんじゃない？大家好，我是小弁。小弁チャンネルの小弁です。この度もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。この小弁チャンネルでは僕小弁が実際に購入したり使ってみて良かったと思ったキャンプアイテムやガジェット、アパレル、こういったものを皆さんにシェアしたい、そういったコンセプトになっていますので、もしよろしければチャンネル登録やグッドボタン、気軽にコメント等いただけますと本当に励みになります。ところで皆さん、普段どんな靴を履いていますか？僕のですね、動画を見てくれている方たちというのは、大体僕と同世代、つまり40代の方たちっていうのがとても多いんですけども、皆さん普段といっても、仕事でどんな靴を履いていますか？もちろんですね、職種によって様々だっていうふうに思いますけども、僕の場合はもともと外出が多い営業職、そういった仕事もやっていましたし、今はですね、本当に事務作業がメインのバックオフィス部門、そういった部署で働いています。昔はですね、本当にスーツにネクタイを締めて、革靴というのが基本でしたけども、本当にですね、ここ数年ではその様子っていうのはガラッと変わってきました。僕よりも実際に上の世代の先輩たちであってもですね、ビジカジであったりオフィスカジュアル、こういったものが本当に当たり前になっています。もちろんそこには近年の気候の変動、そういった要素もあると思いますが、少しでも快適により働きやすくというのが本当にですね、本人のモチベーションも上がりますし、結果的に仕事でも良い結果が出る。それはちょっと言い過ぎかもしれませんけども、暑い中ですね、ジャケットを着込んで、ネクタイをきっちり締めて、本当に汗を拭いながらですね、仕事をするのも、今であればですね、本当にさらりとビジネスカジュアルでまとめた装いで、快適に仕事をするのも、成果には違いがないということです。それであれば間違いなく後者の方が良いですよね。そこで今回は、実際にですね、僕が最近購入した仕事で使う靴といってもスニーカーを紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。はい。まず最初にですね、断りを入れておきたいと思うんですけども、僕はですね、このように見た目が太っているので、僕が普段使っているビジカジであったり、オフィスカジュアルの全身コーデっていうのは本当に参考にならないので、それは紹介しません。ただ、太っていても、痩せていても、そして標準体型の方でも参考にできるアイテムというのがあります。それが靴です。そしてこちらが、今回僕が購入したサロモンの XA Pro 3D V9 Gore-Tex です。このシューズというのはトレイルランニング、つまり林道や山道といった未舗装の自然の中を走るためのシューズです。ただこの見た目の通り、アウトドアシューズ特有の奇抜なカラーリングもなければ、ゴツゴツしすぎるボテッとしたフォルムでもないオールブラックのスマートなスニーカーになっています。それでいて本格的なトレランシューズなので、凸凹路面や滑りやすい土もない、本当に綺麗な舗装面においてはポテンシャルがオーバースペックというか、まさに無敵のシューズです。そんな中、僕が唯一こだわったのは、こちらがゴアテックス製であることです。屋外であれば雨であったり雪に当たること、また長い距離をですね、歩くと、靴の中というのは熱がこもるというのは、山の中であっても街の中であっても変わらずに起こることです。その際の防御性であったり快適性を求めると、雨によって靴の中を濡らすことを防ぐ防水性と、靴の中の熱や汗、そういった熱気については外部に放出するといった浸透性や通気性、この両極端の性能を兼ね備える、それがゴアテックス。このゴアテックスが最適な素材だからっていうふうに思ったからです。
ちなみに僕は、ここ数年、一般的な革靴ではなくて、アシックスがリリースしているビジネスシューズ、テクシーリュクスを愛用していますけども、そちらのシューズもゴアテック製のものを使っています。その革靴もすごく履きやすくて気に入っています。また、僕はですね、オフィスの中ではサンダルに履き替えたりもするので、脱いだり履いたりがしやすい靴っていうのを求めて、ナイキの Go Fly Ease のオールブラックのスニーカーも通勤用に使用しています。この Go Fly Ease というのは、靴の真ん中からですね、くの字に折れるといったユニークな形状なんですけども、スニーカーを履く際にかがむことはせずに、立ったまま脱ぎ履きができるといったある種ハイテク機能のスニーカーという風になっています。ちなみにテクシーリュクスについては26センチをチョイスしましたけども、ナイキの Go Fly Ease は幅が狭めだったため、ハーフサイズアップでビタビタのジャストサイズだったので、ワンサイズアップでも良かったかもしれません。そんな僕がさらなる快適性を求め、今回こちらのサロモンのシューズを購入しました。こちらのシューズ、スニーカーであるものの、本格的なトレランシューズであるゆえのグリップ感のあるこのソール、こういったソールを搭載しているので、北海道に住む僕としては雪道での使用にも期待しています。こちらのシューズ、決して冬靴ではないので、そこまでの防寒性はないと思いますけども、通勤程度で使用する分には十分問題ないというふうに踏んでいます。っていうか、北海道民のですね、特に若者っていうのは、真冬でもナイキであったりアディダスのスニーカー、人によってはコンバースのオールスターを冬道で履いて歩いてますからね。それであればむしろこのサロモンの方が適してるんじゃないかとさえ思います。そして靴選びに最も大切なのはサイズ選びです。こればかりはですね、皆さんの足の形っていうのは本当に一人一人違いますので、一概にこのシューズは大きめだとか小さめだっていうふうには言えませんけども、それでもこのサロモンのシューズっていうのはヨーロッパブランドなので、幅が狭めだっていうふうな口コミが多くあり、ハーフサイズアップもしくはワンサイズアップを買った方が良いっていったアドバイスもありました。実際にですね、僕は実店舗で試着をしてみたんですが、ワンサイズアップであれば、つま先こそ余るものの、このですね、リードコードの紐を絞ると、幅であったりアッパー、こちらの部分というのはおおむねジャストサイズでした。ただ、その時にですね、履いていた靴下っていうのがかなり薄手のタイプであったことと、長時間履きっぱなしだと、もしかしたら足がむくんでくるかもしれないっていうことも加味して、もう少しゆとりがあった方がいいんじゃないかということで、結果的にですね、普段のサイズから 1.5 センチアップの 27.5 を購入しました。が、やっぱりこれは大きすぎました。きっとですね、余裕を見ても僕の場合であればワンサイズアップで良かったっていうふうに思います。そこでその対策としてこちらニューバランスのサポーティブリバウンドインソール、この中敷きを買いました。このニューバランスのインソールに関しては、実際に革靴などのビジネスシューズに使用する方っていうのもかなり多くて、ニューバランス特有のクッション性による履き心地や足が痛くならないといったサポート性、そして歩行時の安定性の高さからかなり高い評価を得ているインソールです。そして値段もですね、定価で2200円と買いやすい価格なんですけども、Amazon などのサイトでは1700円程度でも購入可能なので、高性能でお得なインソールという風になっています。実際に僕はこちらのインソール、実は2つ目になっていまして、以前から使っているので、こちらのクッション性の高さっていうのは体感済みです。この若干大きめのサロモンのシューズにサイズ調整を兼ねてニューバランスのインソールを入れたら贅沢な最強シューズが爆誕しました。実際に履き心地に違和感というのは全くない上、若干のですね、足長効果も期待できるんじゃないかっていうふうに思います。先ほども言いましたけども、全身は映しませんけども、参考として、僕が仕事で履いているパンツとの相性というのはこのような感じです。いかがでしょうか。やはりオールブラックのシンプルなシューズっていうのはビジネスシーンにおいてもマッチしますね。オールブラックのシューズですのでビジネス用途でも違和感はないっていうふうに思います。そしてですね、僕が快適性を得る上で最も大切にした素材、このゴアテックスっていうのは、急な雨、特に夏場はですね、ゲリラ豪雨のような、激しい雨に当たってもこの足元っていうのは常に快適っていうのは本当に嬉しいはずです。歩くたびにですね、靴の中がぐちょぐちょする経験って皆さん一度はしたことがあるんじゃないかと思いますが、それがない、
そういった心配は一切しないで良いっていうのは、まさに QOL が爆上がりすると思います。なので、ぜひ皆さんにもこちらのシューズをお勧めします。はい、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。このチャオベンチャンネルでは、僕チャオベンが実際に購入したり使ってみてよかったと思ったキャンプアイテムやガジェット、アパレル、こういったものを皆さんにシェアしたい、そういったコンセプトになっていますので、よろしければチャンネル登録やグッドボタン、気軽にコメントといただきますと本当に励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。大家再见。